ご視聴ありがとうございます。今回は開業から1年を迎えた LRT ライトラインの動画の中編です。路線の概要などをご紹介した前編に続き、起点から離れた場所で起こる変化に迫ります。小さな停留場の大きな課題とは一体何なのでしょうか。本編の前にちょっとだけ宣伝です。先日、姉妹チャンネルとして旅行チャンネルを開設しています。国内外のいろんなところを解説していきますので、ぜひ概要欄からチャンネル登録してお待ちください。ここは前編で最後にご紹介した平石停留場です。近隣との乗り継ぎ拠点、トランジットセンターの一つです。駐車場の需要が高すぎて、停留場の周りの私有地などに増設する工事が進みました。収容台数は開業当時の27台からおよそ190台へと7倍余りに増えています。北側では総合公園の整備も進み、空き地が目立つ停留場の周りは大変貌しそうです。そして停留場の南東にあるのがライトラインで唯一の車両基地。運営会社である宇都宮ライトレールの本社もここにあります。その建物にはこんなものが。ライトラインの車両 HU300 型がローレル賞を受賞したことを記念したものです。ローレル賞は鉄道友の会が選定しているもので、1年間に登場した車両のうち特に優れたものに与えられます。基本的に特急車両から選ばれるブルーリボン賞と並ぶ存在で、2024年は HU300 型と大阪メトロ400系に与えられています。HU300 型はライトラインの開業に先立って導入された車両で、ライトラインの車両は全部これです。HU は羽型宇都宮、300は3両連接車なのが由来です。ライトラインを含む路面電車が従う軌道法では車両の全長が30メートル以内とされていることから、全長は 29.52 メートルですが、車両を増やせる設計にもなっています。新規に開業した LRT ということで注目度も高く、ライトラインが成功したことを受け、他の自治体が作成した資料で登場する機会も増えました。そうしたポテンシャルの高さが評価され、ローレル賞に選ばれたというわけです。ライトラインでは、要望の高かった貸し切り運行の予約受付を今年5月から開始しています。料金は距離や人数に関係なく、片道4万円、往復8万円です。平日は午前10時から16時まで、と休日は8時から20時まで、それぞれ最大2編成を使えます。なお、ライトラインの車両は基本的に飲食禁止で、貸し切り運行でも同じです。そしてこの車両、今後の増便を見据え、今ある17編成に追加で2編成導入することが決まっています。最初に導入された17編成のお値段は1編成でおよそ4億3000万円、合計70億円余りです。それに対し、追加導入される編成は1編成あたり7億5000万円、合計15億円と7割を超える値上がりです。機器類や窓ガラスに海外製の部品が多く、前回発注した時よりも円安になったことや、資材費などの上昇も要因です。また、この手のものは発注数が少ないと割高になってしまいます。先月の開業1周年記念イベントでは、宇都宮駅東口の広場での各種イベントと並行して、車両基地でもイベントが行われました。車両との綱引きやかけっこなども行われ、この車両はライトラインの宣伝に一役買っています。ここから朝の下り快速列車の映像を交えつつ、沿線の変化を見ていきます。宇都宮大学養東キャンパス、平石での乗り降りはほとんどなく、車内の移動はできない混雑です。しばらくは道路から独立した専用軌道が続きます。速度を落とさなくて済むよう、ライトラインの整備に合わせて区画整理が行われ、曲線はほぼないです。建物が激減し、田んぼと畑が広がります。ここで軌道は高さを上げ、北関東で有数の大河川、鬼怒川を渡ります。交差部分の川幅は堤防の頂点の間で600メートル弱。前後にあるカーブは鬼怒川に対して直角にして橋を短くすることを意図したものです。
ライトライン単独で川を渡るため、専用軌道の橋で一気に渡ります。一方ライトラインでは、道路から独立した軌道である専用軌道も法的には道路の扱いで、軌道法の規定に従い、最高時速が40キロに制限されます。川に架かる立派な橋はとても道路には見えないですが、道路扱いにした方が補助金などの関係で有利になり、何かと問題になりがちな建設費も抑えられます。全線が路面電車扱いなので、道路と交わるところは一般の踏切ではありません。警報器があるだけで遮断機がないのは、軌道法で認可された区間ではそうせざるを得ないからです。また、国内では原則として鉄道路線に新しく踏切を作ることができず、オール立体交差が基本です。LRT を立体交差にすると利便性が損なわれるほか、建設費の観点からも現実的でないため、平面交差できるように軌道法で通したようです。曲線や勾配は緩いだけに、なんだかもったいないです。海外では、軌道法の制約である30メートルを超える車両が普通に運行されているほか、時速40キロを超える運行も珍しくありません。ライトラインでも、車両の設計最高速度は時速70キロで、最高速度を引き上げることは可能です。また、3両編成に1両追加して4両にできる設計で、ホームも伸ばせるようになっています。技術的な部分はクリアされ、スピードアップと増結の準備は整っていますが、法律の壁が高いです。LRT が本領を発揮するには、法制度を含めた改善の余地がありそうです。軌道は鬼怒川の東側で高さを下げ、飛山城跡停留場を通過です。前後の線形の関係上、ここだけはホームが高架橋の上にあります。そこそこ高さがありますが、バリアフリー対応が売りのライトラインなので、蛇腹状のスロープで地上とをつないでいます。小さな停留場で起きる変化を探るため、一旦停留場のカットに変わります。車両を増やした時に備えた空間があるのはここも同じで、高架橋が出っ張っているのですぐわかります。ここはトランジットセンターではありませんが、南側には駐車場もあります。停留場のすぐ南にあるのは一時送迎用のブースですが、開業時には8台しかなく、パーク&ライドの車が止まっていることがありました。そのため、停留場の南側の私有地を使って駐車場を増やすことになり、8台から45台へ増えています。元の8台分は一時送迎用のままですが、ここにも車が止まりっぱなしです。さらに、停留場のすぐ隣のスペースにもこんな立て看板が置かれ、駐車場不足を物語っています。前編でご紹介した平石停留場に加え、ここにも多目的トイレが整備され、利便性が上がっています。そして飛山城跡というのは、ここから700メートルほど北にある城跡のことです。沿線の観光スポットの一つですが、停留場からは坂道がきつく、距離の割にアクセスが良くないです。そのため宇都宮市では、今週と来週の3連休に、停留場と史跡公園の間の無料送迎サービスを行っています。すぐ横に田んぼがあり、のどかな景色が広がります。平日よりも土休日の方が利用がある停留場の一つで、観光需要を盛り上げることがライトラインの成功を支える要因になります。次の星稜高校前まで道路との平面交差を避けるため、高架橋と勾配、そして曲線を組み合わせた線形が続きます。この区間では軌道に並行する道路がありませんでしたが、部分的に並行道路の整備が進んでいます。星稜高校前を出て、工業団地の中を爆走します。軌道は道路とは離れており、将来速度を上げても安全に走れるようになっています。満車の駐輪場とバス乗り場、タクシー乗り場と一般車乗降場、駐車場の横にあるのが清原地区市民センター前。この工業団地の中にあるトランジットセンターです。前編でご紹介した宇都宮大学養東キャンパスと平石では、立地に応じて機能が分散していましたが、ここには広い土地を生かして複数の機能が集まっています。冷暖房とトイレ付きの待合室もあり、最高気温30度超えの中でも快適に待てます。ここにもトランジットセンターをハブとしたバス路線があります。
真岡鉄道の市花駅方面へ行くバスもありますが、平日朝夕だけの運行で、土休日の運行がありません。飛山城跡もそうですが、ライトラインの停留場からの交通手段には改善の余地がありそうです。そしてここでも駐車場が満車になったため、車室を増やす工事が行われました。駐車場の利用状況を確認するため、カメラが追加されています。一つ前の星稜高校前で乗客が少しだけ減ったので、ついでに進行方向左側に移動しています。ただし右側のドアの前には別の人が立っているので、気軽に左右の移動はできないです。次のグリーンスタジアム前には上下線が2本ずつあり、列車の折り返しができます。去年9月にはサッカーの試合に伴う臨時列車が運行され、折り返し設備がフル活用されました。ここでは7人が降りていきますが、車内はまだ混んでいます。清原工業団地は総面積388ヘクタールあり、1万人以上が働く県内最大の工業団地です。年間の出荷額はおよそ1兆2000億円で、宇都宮市の6割弱、栃木県全体でも 14% を占めるなど、地域経済で重い役割を担います。今も数百億円にも及ぶ大規模投資が続いており、グリーンスタジアム前のすぐ脇ではキヤノンの工場建て替え工事が進んでいます。2025年に稼働する予定で、総事業費は380億円だそうです。清原工業団地を出ると、前編で立体交差で乗り越えた道路と再び合流するため、軌道は高さを上げます。隣の道路ではこの先の十字路を越えるオーバーパスが建設中です。国道と県道が交差するこの交差点は交通量の多さで知られ、しかも軌道の下に見える小さな道もあるため、県内有数の渋滞スポットでした。ライトラインの建設時、道路規制がうまくいかなかったことが開業延期の一因になったほどです。ちなみに今見えているホテルはライトラインの開業に伴って送迎サービスを終了しています。送迎をやめたのは沿線の企業だけではありません。次の由比の森西を出ると、沿道にはロードサイド型のお店が続きます。由比の森西では1人降りて10人が乗り、次の由比の森中央では8人が乗り、由比の森東では2人が乗り、乗客は増えていきます。この先、芳賀町にある工場などに勤務する人がたくさんいることを示しています。そしてこの由比の森で巨大な変化が起きています。10年余り前に宅地の分譲が始まったこの町、開発が停滞した時期が続きましたが、ライトラインの開業に前後して開発が進み、人口が増えています。特に2021年に宇都宮市内で26年ぶりの小学校として開校した由比の森小学校は、児童数850人にまで大きくなり、市内最多になっています。人口増加の波は清原地区に波及し、星稜高校前停留場の近くにある清原中学校では生徒が増えたことを受け、今年の春に新校舎を建てています。また序盤で通った平石中央小学校前も同じです。児童数はおよそ70人で、異なる学年の児童が一緒に学ぶ複式学級制です。今年度から学区外からの通学が可能になり、少人数指導を望む保護者からの注目度が上がっています。およそ20人が学区外から通い、そのうち10人ほどがライトラインで通っているそうです。芳賀町工業団地管理センター前に到着です。ここでは9人が降りて、乗客がちょっとだけ減ります。路線で最後のトランジットセンターで、停留場脇の交差点の南東にロータリーがあり、冷暖房付きの待合室があるので快適に待てます。ここにも駐車場があり、開業後に台数が足りなくなったことから急遽台数が増やされ、利用拡大に弾みがつきそうです。ここでは芳賀町の北東部へ続く無料バスの実証実験が行われています。利用状況を踏まえ、町内の交通サービスの改善に役立てるそうです。ライトラインの19ある停留場のうち、芳賀町にあるのは終端の4つだけ。路線は芳賀町の西に寄っており、町役場まではここから5キロほどあるなど、ライトラインの停留場からの移動手段が不可欠です。1日乗車券には
町役場に近い道の駅にある温泉までの無料バスチケットもついています。さらに今年4月から、ここではレンタサイクルのループが使えるようになっています。都市部で何かと話題のループ、ここで乗れるのはキックボードタイプのものではなく、普通の自転車タイプのものです。芳賀町では2カ所のポートが整備されています。なお、隣の宇都宮市でもループが使えますが、芳賀町を中心としたエリアは鬼怒川を境に宇都宮エリアとは区切られ、エリアを越えた利用はできないです。芳賀町工業団地管理センター前を出発です。道路脇には企業の送迎バスと思われるバスが止まっています。そのバスから降りたのか、歩いて職場に向かう人の姿や、自家用車で通勤する人の姿もあります。ライトラインはエリア全体をカバーしているわけではなく、こうした通勤手段もまだまだ健在です。次の樫の森公園前で多くの乗客が降り、場所によってはドアとドアの間を移動できるようになります。終点、芳賀高根沢工業団地に到着です。終点とはいえホームは特段広くはなく、列車が到着した直後はそれなりに混んでいます。開業前は本田技研北門という仮名称だったこの停留場、空から見た研究所の写真が掲げられています。停留場を出て歩道橋を上がり、右にあるのがその自動車メーカー、ホンダの研究所です。左奥にも別の施設があるらしく、そちらに向かう人も多いです。また、駐車場に止まっている車は普通にたくさんあり、開業前の渋滞がひどかったことが想像できます。ライトラインの成功を受け、他の自治体でも LRT の整備に向けた動きがありますが、簡単ではありません。ライトラインが成功した要因が、路線の終端寄りに工業団地があり、平日朝の下りと夕方の上りという、プラスアルファの需要があるからです。これは宇都宮と芳賀町特有の事情で、他の自治体では真似ができません。実際、私が17時台の上り列車に乗った時、グリーンスタジアム前で満席になり、宇都宮大学養東キャンパス付近で立ち客が増え、車内での移動が難しくなっています。また、16時台の下り列車では、グリーンスタジアム前で乗って結の森あたりで降りる人も見られ、乗車率が下がりやすい平日夕方の末端区間でも乗客が乗っています。一方、ライトラインでは、開業した区間の成功を受け、さらなる延伸計画が検討されています。芳賀町の中心部へ至るルートと、宇都宮駅を挟んで西側に至るルートです。特に駅西側ルートは当初の整備構想に含まれていたものの、東側区間の整備を優先した結果、取り残された状態になっています。いよいよ盛り上がる西側延伸区間、その様子は次の動画に続きます。ご視聴ありがとうございました。